こんにちは、春日部つむぎです。本日は多分久々のネチョネチョデッキ。最近あまり見なくなった白単コンでアグロにラスの恐ろしさを思い出させてあげましょう。お相手呪文槍の剣羅をキャスト。これはアグロですね。即変身されると面倒なのでここはマストコツか。続けてお相手膨れた汚染者。サイズもそうだけどトランプルが厄介。こちらはフィニッシュカードを引きました。これで7マナまで届けば勝ちが見えてきます。お相手フェニックスのヒナから2枚目の剣羅。厄介ですがギリギリ間に合いそう。5点受けて残り15点。こちらはリーガン城の2章で土地を伸ばします。これで5マナ。そして農場労働者からもう1枚農場労働者。これで土地7枚揃いました。あとは2ターン耐えるだけ。お相手まず剣羅変身。めちゃくちゃきついけど後続が出てくるよりはマシか。そして稲妻の一撃を顔へ。これはギリ耐えるはず。残り2点。こちらのトップは悩ましい1枚。しかしここは白黄昏でライフを回復します。なんかよくよく計算してみたら放浪者-4の方が明らかに打点下がりますね。お相手ヒナで攻撃ということは許されました。じゃあまずアタックして露骨なラス狙いにお相手もここは素直にブロック。これで残り毒6個。それじゃここでもう1回フィニッシュカード。5点ゲインして全除去しつつ2ターンクロックが戦場へ。お相手熊野から最後の1枚は土地。そしてここで投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは悪くないハンド。キープでお相手オルゾフから。こちらは農場労働者をキャスト。相手が構えてるうちに土地をスムーズに伸ばしていきます。お相手スパーカラーでした。かなり苦手なカラーです。セレスタスは許せないので即割りましょう。ロランをキャスト。1点パンチしてターンエンドです。お相手4マナ目をプレイして構えてエンド。これはコントロールですね。まずアタックして露骨に構えてるのでここはメインで動くのはやめておきます。放浪を歌前でお相手エンドに銀の精査。スタックでこちらは放浪をキャストします。リソース勝負には勝てないので脅威を押し付けてライフを削っていきましょう。お相手メイン特例。コントロールにメインから動かさせるとなんかかった気分。そして構えてエンド。こちらはまずフルタン。合わせてお相手虚空先。これでフルタップ。ここで土地伸ばせるのは行幸。エイガン城の修繕で土地を拾ってきます。お相手ここもドローをかなり徹底してますね。そしてこちらはコントロール相手の完璧な1枚。まずアタック。これで残り9点。地味に無視できない点数になってきましたね。エイガン城の修繕は打ち消されるだけだろうからここはミレックスを構えてエンドです。お相手エンドに記憶の反乱。ライフゲインがどれくらい入ってるのか。お相手またドローボー。ラスをかなり欲張ってそう。エンドにミレックス起動。コントロールはこれを邪魔できないので本当に強い。まずアタック。お相手動いてこないので農場労働者を変身。スタックでシェオ直レイ。ここはこのターンの打点優先で修繕化を探りましょう。6点入って残り3点。さすがに時ターンは確実にラスでしょう。ミレックスの起動マナを余らせてターンエンドです。そして予想通りの対応効果。戦場にブロッカーが残るのがちょっと困る。こちらは忘れずにエンドにミレックス起動。こちらはまずロランキャスト。ほぼマスカンですがここは運算無償で打ち消し。バイオートトークンの起動マナがなくなったのでアタック。
そしてフルタップなのでエイガン城の修繕、時間差でアタッカーが出るのでラスに強いと思ったら国別キャスト、嫌だけどお相手もだいぶ追い詰められてますね。そしてそのままターンエンド、お相手浮きマナは2マナなのでチケシはだいぶ限られますね。なのでここは攻めの白黄昏、かき消しケアで X5 で、冷静に考えるとここ X3 でミレックス構えの方が良かったかも。お相手はまたラス必須ですが、果たしてここも構えてエンド、放浪砲くらいしか対処できなさそうだけどと、ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これはなかなかハンドキープ。お相手アソリウスカラー、なんで除去コン握った途端に青いデッキだらけなの。お相手農場労働者にスタックで何かキャストするか結構悩みますが、ここは通すようです。 ETB で平地を1枚ハンドへ。お相手ゲイン土地をプレイ、これは完全にコントロールでしょう。まずアタックして2枚目の農場労働者、再コントロールは土地を伸ばすのが一番大事。お相手4マナ目からそのまま構えてエンド、こちらもミレックスを引きましたが、うっかり手に持ってた平地をプレイしてしまった。ここは放浪を追う構えで5です。お相手ここもドローをミレックスプレイしていれば、こちらはまずミレックス2点与えて残り16点。お相手エンドにミレックス起動、放浪を追うとおりますが、ここは一旦パスでお相手1点パンチ。じゃあこちらもミレックスで、これはいいカードを引いてきました。まずアタック、お相手残り13点。それではこちらは調査官の日記をキャスト、自分と相手がコントロールしているクリーチャーの多い方の数だけカウンターが乗って戦場へ。お相手一時的封鎖をキャスト、調査官の日誌も追放されてしまいますが、2マナタップとカウンター1個減らして1ドロー、さらに2マナでサクって1ドロー。日誌は銀行破りと違って1ターンで2ドローできるのは貴重な優位性。こちらは7マナ目を引けました。それではイーガン城をキャスト、それにはお相手否認。これでも4マナ浮いてるので放浪を追うとミレックス構えが可能です。お相手また構えてるのでミレックス起動。こちらは2枚目のミレックス、これでダニゲーが加速します。まずアタック、お相手エンドにミレックスからの第3の道の機構、これでフルタップ、ミレックス起動マナも余ってるので揺さぶってみますか。放浪王をキャストしてエンドします。お相手メイン精神接合機ということは白田ソフィニッシュするミラーですかね。からの運命的不在を放浪王へ。アドバンテージ的にはだいぶ差がつく一手ですね。侍が残るのでダニバトルも一方的に、さらにエンドでダニを増やします。このままダニで削っていけばいいと思っていたのですが、相手に白タソがあるのがほぼ確定して話が変わってきました。お相手が白タソを打ってこちらの返しのラスを打ち消し続けたら一瞬で攻守が逆転します。ということで揺さぶりのエイガンジョキャストしましたが、ここには何も飛んでこず、それか否認はもうないのか。お相手ここも動かずにエンドにミレックスを起動して、さらに手がかりを探って1ドロー。エイガン城の2勝をうっかりスルーしましたが、墓地に日誌が落ちてたので戻すべきでした。ともあれこれで5点と毒に与えて、お相手残り8点と毒3個、ミレックス起動するだけで勝ちに見えるんですが、先ほども言った理由で打ち消しはなるべく消費させたいです。なのでロランキャスト、これには貴重な確定打ち消し。そしてもう1枚マスカーを投げます。さらに打ち消し。これで残り1枚が白タソでも返しのラスが通ります。お相手土地置いて、ここで投了。対戦、ありがとうございました。4戦目、
対戦よろしくお願いします。土地1枚引けのキープ。ガバイウムでミレックス置いちゃった。満線手なので多分裏目は引かないはず。日誌はもったいないのでこのまま棒で。お相手でニックをキャスト。エスパーレジェンズかな。こちらは無事3マナ目を引けたのでエイガン城の修繕キャスト。これでギリギリ土地がつながりそうです。お相手ラフィーンキャスト。これは分回りルートでニックでアタックして防御1。これで残り17点。エイガン城の修繕で調査官の日潮だ。エイガン城使うのもエスパーと戦うのも久々で忘れてました。これには思わずしまった。とりあえず打点を減らすためにデニック怒りの追放。さらにエイガン城の修繕キャスト。お相手エデリンキャスト。強いけどシェオルでないだけました。ラフィーンのアタックで防御に。肉を2枚捨てててるけどマナプラしないかな。こちらは今度こそ修繕で日誌を戦場へ。土地捨てたけどロランの方がいらなかったかもしれない。そして5マナ目置いて。ここは悩みますがメイン放浪王かな。エーデリンとラフィーン並んだらこういう地とアーテイが前で負けかねないので確実に取っておきます。マイナス2でラフィーンを追放します。お相手オーキャスト。白タソが刺さりづらい嫌な1枚。そしてエーデリンでアタック。放浪王は取られますが、エーデリンと建築家の友情コンボでトークン1体得しました。エイガン城の修繕が裏返って、まず1ドロー。道路脇の誠意で2ドローできるけど7マナ届かすために日誌キャスト。お相手マズトルーズキャスト。地上はまあ何とかなりそうなのでセーフ。ETD の防御でクリーチャーを落として土地をプレイ。土地伸ばしたいのかな。そして2体でアタック。エーデリンアタックはかなり怪しいですが、トリブロして建築家1体落とされて残り1体も落ちるのが嫌なのでブロックはこれでいいかな。お相手建築家にエイガン城。これでエーデリン縄は一方。エンドに日誌で1ドロー。おっと、残念ながら土地は伸びませんでしたが、ここは放浪者キャストでいいですね。マイナス4で建築家とお相手のトークンを残します。お互い1体ずつ残るのでこれで平等。そして青の死亡誘発はシェオルドレッド。大当たりですね。お相手ラフィーンキャスト。これシェオル守られたらかなりきつそう。そして2体で放浪者と顔にそれぞれアタック。放浪者の隠された常在能力のおかげでブロッカー1体立ってたら落ちないのが偉い。そしてお相手最強の組み合わせでがっつりライフゲイン。お相手なぜか建築家にエイガン城。どうせ一方なのに。さらにローナ。これでマナ寝かせてくれたので助かる。アップキークにシェオル取ろうと思ったけど、ドローで土地引く上振れ狙いしようかな。そして上振れました。はい最強フィニッシュカード。これで2ターンクロックです。放浪者プラスで日誌ブリンクするとカウンター大量にもらえるけどさすがにそこまではいいかな。そしてここでお相手投了。対戦ありがとうございました。というわけで白タンコントロールでした。白タンにとって銀行破りの禁止はかなりダメージが大きく、禁止改定以降すっかりと影を潜めてしまいました。青を足してドロー強化した白タン寄りの青白コンもたまに見かけますが、単色が優位な点がかなりあるので今回は頑張って白タンで組みました。単色の優位性その1は軍備放棄、そしてその2は土地ですね。白タンなら無色土地8枚入れても平気なのは実績あり、ミレックスは貴重な毒カウンター追加手段かつ白タンが苦手な OK コントロールに超絶有利な1枚。そして道路脇の正義は白タンの貴重なドロソー。ファクト枠はミレックスが賄えるのでお互いにシナジーしてますね。単色の優位性の話は以上。そしてこれが銀行破りの代わりのドロソ枠。2体のクリーチャーが出ていれば銀行破りと同等のドロー性能。それ自体はさほど難しくはないのですが、先手2ターン目における可能性がかなり低いのが難点。正直銀行破りと比べるとかなり弱いです。しかし足は思うのです。今使えない銀行破りと比較する必要はなくないと、
これは原スタンで白タンが使えておそらく一番使いやすいドロソです。それでいいのです。まあ銀行破りとか絶対言わないから精神迷わせの基本くださいと思わなくもない。そしてフィニッシャーの白黄昏アンタップド GG によるとカードをプレイした時の勝率の上位はこうです。なんとこのそうそうたるトップ3の下に白黄昏が続くのです。ちなみに足がこのデッキを回している限りでは白タスを打ったら 100% 勝ってました。ちなみに国別は 65.2% で太陽効果は 63.8% です。まあこの辺りは白タソよりマナが少ないので低いのは当然ですが、デッキの紹介はこんなところかな。さてこのデッキの強さですが、強いですね。アグロには大体有利な実感ありです。現環境は BO1 でも青系のコントロールが結構いて、普通の白タンだと手も足も出ないのですが、本動画で採用した試合のようにミレックスを早めに引けたら結構勝てることもあるのがミレックス4等のメリットですね。以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。動画に反応がもらえるととても嬉しいです。またチャンネル登録やフォローまだの方はよろしくお願いします。目指せ3000人です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。